DAO 備え付けの自作 LFO を使用したものの DAO ホストとのタイミングとシンクされず、どうしよう、LFO ツールを買おうかな、でも有料で高いな、どこかに無料のプラグインがないかな。そんな中現れた救世主フラックスミニに出会うマヤなのであった。こんにちは、マヤです。本日は LFO ツールいらずパイラムオーディオからフラックスミニのご紹介です。2022年2月7日現在、この無料フラックスミニは VST バーチャルスタジオテクノロジーおよび au オーディオユニッツプラグインとして投稿され配布されています。一度このプラグインを無料期間中に入手できれば今後安定して使えると思います。無料の配布期間がいつまでなのかわからないので、とにかく急いでゲットすることが得策ですね。このプラグインの特徴は LFO でリアルタイムに描写されるサウンドの波形をグラフィカルに表示された画面左側のインターフェースでポインターを用いて自在に操ることが可能です。また、ホストダウンの BPM と連携してトレモロやフィルターエフェクトの効果をかけることが可能で、リズムや音色に変化を与えることができます。なお、このエフェクトはプラグイン市場で5000円以上の価格で販売されているエクスパーレコーズの LFO ツールにとても近い機能があります。もちろんフラックスミニには装備されていない機能もありますが、初心者の方には十分な内容になっています。なおフラックスミニのプラグインのライセンス取得に iLock や E ライセンサーといったライセンスキーは不要であり、カイラムオーディオのページから新規登録を済ませることですぐに PC にインストールをし、使用開始できます。本プラグインの動画シリーズでは、丸1登録プラグインの導入手順編、丸2に基本編、丸3に応用編の3回に分けて解説を行います。丸1登録プラグインの導入手順編。第1回目のこの動画では、カイラムオーディオで新規登録を行い、Mac コンピューターでのインストールに加え、Windows でのインストール手順についてお伝えします。丸2基本編。第2回目の基本編では、実際にソングプロジェクトを開き、プラグインの読み込み、実演を交えながら、プラグイン全体の機能の解説をしていきます。3応用編。第3回目の応用編では、プラグインを使用して、様々なバリエーションでこのプラグインを使用し、サウンドデザインをより豊かにする方法を解説します。ですので、この無料でプラグインを入手できる機会をぜひお見逃しなく。今回は、丸1登録プラグインの導入手順編として解説を行います。当チャンネルでは、主に DAW ソフト、Renoise でより豊かに音楽制作を行うためのお役立ち情報を発信しています。ぜひ興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。もし少しでも役に立ったよって方は、いいねボタンをポチってください。なるべくわかりやすく説明をしようと思いますが、もし質問等がありましたら、コメント欄までお願いいたします。では本編へレッツラゴー。丸1推奨環境について、今回カイラムオーディオフラックスミニを導入するにあたり、最初に動作で必要な PC のスペックをお伝えします。マッキントッシュは MacOS 10.11、L キャピタン、またはそれ以上の OS のバージョンで動作し、au、VST3、AX ともに64ビット版のみで動作します。Windows は Windows 7以上 VST3、AX プラグインの64ビット版のみで動作します。丸2、カイラムオーディオへの登録。まず最初の項目では、カイラムオーディオへの登録手順をご説明します。カイラムオーディオ社のプラグインをすでにお持ちである方は、次の丸3、ダウンロード、インストール手順項目へお進みください。では、お使いの PC のブラウザを立ち上げ、カイラムオーディオのサイトを開きます。URL は概要欄に掲載しておきますので、ご確認ください。カイラムオーディオのサイトを開き、PC の方は左上にあるロゴの横のナビゲーションバーからプロダクツをクリックして開きます。このように様々なプラグインがある中、下へスクロールをし、フラックスミニを見つけます。フラックスミニ、シンクロナイズドアンプ&フィルターカスタムエンベロープから More Info をクリック。フラックスミニであることを確認し、フリーと書いてあることも確認しましょう。App Store またはダウンロードの2つの項目があります。PC の方はダウンロードをクリック。ここでログイン画面が表示されます。ここからアカウントの作成を行います。E メール、パスワード、ログインの順番で表示されていると思いますので、ログインボタンの下に小さく表記がされてあるレジスター、ニューアカウントをクリックしてください。
このページからカイラムオーディオへのアカウントの登録を行います。ファーストネームには下の名前を入力、ラストネームには名字を入力、E メールにはメールアドレスを記入してください。フリーのメールアカウントでも大丈夫です。コンファーム E メールには先ほど E メールアドレスを記入した欄と同じアドレスを間違いがないように入力します。パスワードには数字、英数字の組み合わせでパスワードを入力します。ここで記入したパスワードは必ずメモに留めておいてください。注意点として、アカウントの不正乗っ取り以外に合わないように複雑なパスワードを設定することを強く推奨します。コンファームパスワードには先ほどメモに留めておいたパスワードを間違いがないように入力します。Subscribe to Newsletter の項目はお好みでチェックボックスに記入しましょう。記入すると今後無償のプラグインが出た時にいち早く入手できるかもしれません。すべての記入が終わったら青色のレジスターボタンをクリックしましょう。するとアクティベーションキーの入力を求められます。次にアクティベーションキーが記載された確認用のメールが先ほどの E メールの欄で入力したメールアドレス宛てに届きます。support@kairamaudio.com からこのような文面でメールが届きます。登録完了に必要なリンクまたはアカウントの認証をするためのアクティベーションキーが届きました。リンクからのアカウントの認証も可能となりますが、今回はアクティベーションキーを使用し、アカウントを認証させます。こちらのコードをコピーします。先ほどのアクティベーションキーの入力画面にて入力を行います。コンファームを押して認証してください。すると、英文でアカウント認証に成功したよと表示されます。ここで注意ですが、アカウントの認証に必要なアクティベーションキーは、次回動画で解説するプラグイン本体のライセンスキーとは異なりますので注意してください。では、ここまでで一旦ブラウザに戻りましょう。再度アカウントへログインを行います。カイラムオーディオのトップページの右上からログインレジスターを選択。E メールパスワードの組み合わせを使用し、ログインを行いましょう。これでログインに成功しました。3、ダウンロード手順方法。ここから PC へのダウンロード手順方法を見ていきましょう。現在、マイアカウントのライセンスズの画面が開かれています。もしカイラムオーディオのトップページを開いている方は、左上にあるロゴの横のナビゲーションバーからマイアカウントをクリックし、その中のライセンスズを選び、ライセンスページに移動します。カイラムオーディオ社のフリープラグインは無条件で付与されるため、現時点ではライセンスページに2つのフリープラグインが表示されています。プロダクト、ライセンスキー、パーチャースデート、クオンティティ、こちらは複数 PC に使用できるようですね。ユーズド、このように横並びに表示がされています。フラックスミニの行のライセンスキーは、2の基本編でプラグイン初回起動時に入力する必要があるため、コピーやメモをして保存をしておきましょう。注意として他のフリープラグインをダウンロードするかは各個人にお任せします。そしてこのように MacOS 版、Windows 32ビット版、Windows 64ビット版の下にダウンロードリンクがあります。この時、注意点がいくつかあります。まず、フラックスミニ以外のプラグインが表示されていることがありますのでご注意ください。このまま次の2基本編の動画に進む場合は、ダウンロードが終わっても、現在のライセンスページは閉じないでください。プロダクツの欄のフラックスミニの行を確認し、お使いの PC に合わせて Mac なら MacOS のダウンロードボタンをクリック。Windows なら Windows のビット数に合わせてダウンロードボタンをクリックしてください。Mac の方は Finder のダウンロードフォルダが表示されるので保存を押してください。もしダウンロードフォルダ以外の場所に保存したい場合は、ここでディレクトリを変更してください。Windows の方も Mac と同じく Pop-up ウィンドウでインストーラーの保存先の指定変更ができますので、Explorer のダウンロードフォルダに保存を押してください。もしダウンロードフォルダ以外の場所に保存したい場合は、ここでディレクトリを変更してください。4、Mac コンピューターへのインストール手順方法。.pkg の拡張子でダウンロードがされた FLAX Mini バージョン 1.1.5 PKG をクリックして開きます。すると FLAX Mini のインストーラーがポップアップウィンドウで起動します。手順に従って続けるを押しインストールを完成させましょう。
これで自動的に au VST3 AAX の各フォルダにプラグインの読み込みに必要なファイルが配置されます。Mac でのインストール手順は以上です。閉じるを押してインストーラーを閉じましょう。Windows コンピューターへのインストール手順方法。次に Windows コンピューターでのインストール手順方法をご紹介します。.exe の拡張子でダウンロードがされた Flax Mini バージョン 1.1.5 64ビット版 or 32ビット版 .exe ファイルをクリックして開きます。英文の同意書がポップアップウィンドウの最初に出ますので、Accept 同意するにチェックを入れて、Next を押し次へ進みます。手順に従ってインストールを完了させましょう。これで自動的に VST3 AAX の各フォルダにプラグインの読み込みに必要なファイルが配置されました。Windows でのインストール手順は以上です。皆さん、インストールは無事終わりましたでしょうか？実際の操作方法は ② の基本編と ③ の応用編に分けて詳しくお伝えしていきます。ご期待ください。それでは Good Sound for You。チャオ